こんにちは、ケロミンやで。今回はうららちゃんとエテルンが読書をするみたいケロよ。読書の秋らしくてとってもいいと思うケロ。それじゃあどんな様子か見てみるケロな。クソデカ羅生門。ある日の超遅れ型。ほぼ夜閉じるのことである。一人の下人がクソでかい羅生門の完全な真下で雨闇を気持ち悪いほどずっと待ちまくっていた。バカみたいに広い門の真下にはこの大男の他に全然誰もいない。ただところどころに塗りのびっくりするくらいハゲた信じられないほど大きな丸柱に象くらいあるキリギリスが一匹止まっている。クソデカ羅生門が大河のように広い朱雀王子にある以上は、この狂った男の他にも雨闇をする巨大一目傘や爆裂もみえ星がもう2、300人はありそうなものである。それがこの珍妙男の他には全然誰もマジで全くいない。なぜかというと、この2、3000年、京都には超巨大地震とか破壊的辻風とか最強大火事とか極限飢饉とかいうえぐすぎる災いが毎日続いて起こった。そこでクソ広い洛中の寂れ方はマジでもう一通りとかそういうレベルではない。旧記によると、クソでかい仏像や文化財クラスの仏具をものすごいパワーで打ち砕いて、その荷がべっちゃべっちゃについたり、金銀の箔がもう嫌になっちゃうくらいついたりした木を、道端に親の仇のようにめっちゃ積み重ねて、焚き木の城に売りまくっていたということである。クソ治安がいいことで知られる洛中がその始末であるから、正気を疑うレベルででかい羅生門の完全修理などは、元より誰も捨てて顧みるものがマジで全然なかった。するとそのドン引きするくらい荒れ果てたのを良いことにして、クソやばい懲りがどんどん住む。世界最強の盗人が6万人住む。とうとうしまいには、マジで悲しくなっちゃうくらい全然引き取り手のない汚い死人を、この門へ猛ダッシュで持ってきて、超スピードで捨てていくという習慣さえできた。そこで、日の目が怖いくらい全然全く見えなくなると、誰でもめちゃめちゃ気味を悪がって、この門の近所へはマジでびっくりするくらい足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、また超凶悪なカラスがどこからか、億単位でたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何万羽となく輪を描いて、クソ高いシビの周りを、鼓膜破壊レベルの音量で鳴きながら、亜音速で飛び回っている。ことに門の上の空が、夕焼けで思わず目を疑うくらい赤くなるときには、それがゴマをえげつない量撒いたようにはっきり見えた。カラスは、もちろん、頭おかしいくらいでかい門の上にめちゃくちゃ大量にある死人の肉を、気が狂ったようについばみに来るのである。もっとも今日は、黒煙がはちゃめちゃに遅いせいか、マジで一羽も見えない。ただ、ところどころ、ほぼ崩れかかった。そうしてその崩れ目にめちゃめちゃ長い草の森のごとく、生え倒したクソ長い石段の上に、カラスのえげつなく臭い糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は7000万段ある石段の一番上の段に、洗いざらしてほぼ透明になった紺の青の尻を据えて、右の方にできまくった、くっそ大きなニキビを気にしながら、めちゃめちゃぼんやり、とんでもない豪雨の降りしきるのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨闇をめちゃめちゃ待っていた、と書いた。しかし、下人は激烈豪雨が、止んでも、格別どうしようというあては、マジで全然ない。
普段なら、もちろん、くっそ強い主人のえげつなくでっかい家へ帰るべきはずである。ところが、そのクソ主人からは、4、5日前に暇を出し倒された。前にも書いたように、当時ただでさえ最低最悪のゴミの吐きだめである京都の街は、一通りならず追尾しまくって本当に惨めな感じになっていた。今この最強に、やばい下人が、長年、犬のごとくこき使われていた主人から、暇を出されたのも、実はこの大追尾のくっそしょぼーい小さな余波に他ならない。だから、下人が雨闇をめちゃめちゃ待っていた。というよりも、クソやばい豪雨に振り込められた下人が、マジで全然行きどころがなくて、超途方に暮れていた。という方が、完全に適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町のやばい下人の、アルティメットセンチメンタリズムオブザゴッツに影響した。猿の国下がりから降り出した大雨は、未だに上がる景色が全然かけらもない。そこで、後に剣聖と呼ばれる最強の下人は、何を置いても差し当たり明日の暮らしをめちゃめちゃどうにかしようとして、いわば絶望的にどうにもならないことを、どうにかしようとして、悲しくなるくらい取り留めもない考えをたどりながら、さっきからアホみたいに広い朱雀王子に降る豪雨の音を聞くともなく聞いていたのである。